皆さんこんにちは。三重大学人文学部で、忍者の研究をしています山田裕二と申します。私の専門は日本中世史ですけれども、この忍者ということで2012年から三重大学で研究をやっておりまして、三重大学におきましては人文系の歴史文学、それからさまざまな医学、工学、そうしたさまざまな分野にわたって忍者の研究をやっておりまして、今や日本各地忍者がいて、そしていろいろな活動をやっていたということが分かってきまして、今回はその一端をお話しさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、まず最初にですね、忍者とはどういう存在なのかということですけれども、普通忍者というふうに呼んでいますけれども、実はその忍者という言葉が定着するようになるのは昭和30年代ぐらいになって定着するんですね。で、歴史的にはいろいろ忍びとか忍びのもの、それからすっぱとかラッパとか草かまり、いろいろな呼ばれ方がしていましたけれども、日本の歴史の中において、隠れていろいろな役割を果たしていた。ですので、あまり資料的に残っていない部分というものが多いわけですけれども、その中でも重要な役割を果たしていた、それが忍者ということが言えるかと思います。で、忍者時代によってもいろいろな活動の仕方というのは違っているわけなんですけれども、それが登場してきますのは14世紀初めの南北朝時代という時でして、で、どこまで存在していたかと言いますと、江戸時代の終わりの19世紀の後半まで、その忍者ということで仕事としてその忍びの仕事があったわけなんですね。で、現在に日本に忍者がいるんですか、そういうよく質問があります。で、忍者の技を継承している、そういう方はいらっしゃるんですね。で、それはいろいろな忍び込みの術であったりとか、それから歩き方であったりとか、さまざまなそういう技としては伝えているんですけれども、この忍びを仕事としている、いろいろ情報を収集したりとかですね、でそれを主君に伝えるといったような、そういう仕事としての忍びというものは江戸時代の終わりとともに終わるということになっています。で、そのいろいろな情報を収集するということを話しましたけれども、現在いろいろ忍者と言いますと、先ほどのビデオを見られたかと思いますが、いろいろ忍者ショーということで日本各地いろんなショーをやっていますけれども、あれはショーですね。本当の忍者っていうのは結構地味な存在なんですね。そして、なるべく戦わない。これはですね、戦ってしまったならば自分も傷ついてしまう、そういう可能性がありますので、なるべく戦わないで、そして相手のいろいろな情報、例えば兵糧がどれくらいあるのか、それから相手の城の中の構造どういうふうになっているのかとか、そういったものをいろいろ伝えて、そしてじゃあ、いつ戦いやろうかとか、どっから攻めようかとか、そういうものを決定するのはその主君の存在なんですね。そしてその実際に戦っていくのは武士の人たちが戦っていくわけですから、その前のこの情報の収集ということが一番重要なその忍びの仕事ということになるんですね。ですからあるものの中には忍びは見つかったならば逃げるが勝ちだと、そういうふうに書いてあったりするところもあります。ですからなるべく戦わない、そして生き延びる、これが大事なんですね。どんなことがあっても生き延びて、そして主君にその情報を伝えるということですから、なるべく戦わないということが当時の忍びにとっては重要なことだったんですね。で、戦国時代ですと戦う時代ですので、相手の陣地に入ってそれで火をつけたりとか、それから暗殺をしたりとか、あとか乱していろんな情報を流してといったさまざまなこともしていました。
で、皆さんよく想像するのは堀を越えたりとか塀を越えたりとか、そういうものを想像するかと思いますけれども、実際そういう行動というものもあったんですね。で、さまざまな形で情報を収集するんですけれども、因人と用人というそういう2つがありまして、今お話ししましたのは因人、まさに影に隠れて見つからないようにいろんな情報を収集する、そして聞き耳を立てたりとかですね、そういう形の情報の収集の仕方で、もう一つは用人という、太陽のように人と書きますけれども、用人というそういうやり方がありまして、でそれは昼間にですねみんなと仲良くなって、そして、いろいろ話したり、そういうところから情報を収集するというそういうやり方、両方あるんですけれども、主なものはその用人というもので、いろんな情報を収集していくというそういうことをやっていました。で江戸時代になりますとそうした、戦いというものがなくなっていきますので、それぞれの藩には基本的には必ずそうした忍びという存在がいまして、で、城下町に住んでいます。そして城下町の治安の維持ですね、なんか不審なことがないのかとか、それから門番をしたりとか、そういう形で、忍びというものが活動してまして、でもある時にはちょっと離れたところでなんか一揆があったということで主君から命じられて、じゃあその情報を探ってこいというふうに言われて、行ってでここではこんなことがありますということの情報を伝えると、そういうことをやっているわけです。で、江戸時代が終わりますともうそうした組織というものはなくなりますので、忍びの仕事もなくなるということになっていくんですね。でいろいろな認知書の中にはですね、その忍びの起源というものを非常に古いもの、例えば聖徳太子の時代であったりとか、それから神武天皇という、日本の初代の天皇に遡らせたりとか、そういうこともあるんですけれども、それは江戸時代の認知書の中で、自分たちがこんな古いんだということを言うために作り上げていったものですので、実際いつから存在していたのかというと、確実に分かるのはこの先ほど申し上げました南北朝時代の14世紀の初めに忍びという言葉が登場するんですね。でこれはおそらくですね南北朝時代の戦いというものがその以前の鎌倉までの戦いのあり方と大きく異なる戦いになっていったからだというふうに思われます。でそれはどういうことかと言いますと、鎌倉時代までは名乗りを上げて「いやいや我こそは何々何々」という形で一騎打ちで戦うというそういう戦いなんですね。南北朝時代の戦い、紀伊半島を中心に南朝側と北朝側に分かれて戦いますけれども、そうすると山の中をゲリラ戦のようなそういう戦いになるんですね。で上から石を落としたりネットをかけたりとかですね、それから同士討ちをさせたりとか、そういうことをする戦いになります。でそうするといろんな情報相手はどこにいるんだとかですね、で、あとのいろいろな相手をどういうふうに倒そうかとか、いろんな策略というものが生まれてきます。でそうした中で、情報を収集したり、それから火をつけたりとか、そういう中で、忍びという存在が登場していったというふうに思われます。忍びという言葉の中には、密かに何かをやるというそういう意味があるんですね。ですから密かに忍び込んで、そして忍者のもう一つの特徴としては火の術、これが非常にうまかった人たちなんですね。で一番最初のその太平記の中に出てくる記述も火をつける、京都の石清水八幡宮に忍び込んで火をつけるということが出てきます。でそれから後の忍術書の中にもですね火の術、これがたくさん残っています。ですから忍者の特徴の一つとしてはその火の術に長けていた人たちということが言えると思うんですね。でそうした今お話ししましたように南北朝時代にそうした戦いの中からやっぱり忍びというものが生まれてきたんだと思います。でそうした中で一番有名なのはこの伊賀
と甲賀の忍びということなんですね。で、現在ではその三重県の伊賀、それから滋賀県の甲賀ということで伊賀忍者、甲賀忍者ということで非常に有名になっていますけれども、じゃあどうしてこの伊賀と甲賀で有名になっているのかといいますと、一番の理由は、そこには強い大名というものが存在していなかったということなんですね。で、それはもともとあそこの地域は自治が非常に強くて、で自分たちでいろいろな掟を作ったりとか、それから敵がそこに侵入した時にみんなで団結してそういうものを退けるであるとか、ということで自治が強かったので、逆にそうした大名が入ってきた時にそういうものを押し返す、そういうくらいの力があったわけです。でそれから周辺に山に囲まれていて、外から何をやってるんだろうというような、よくわからないような、そういう一種独特の地域というものが作られるということであるとか、京都に比較的近いのでいろんな新しい情報というものがそこに入ってくる。でいろんな情報が入ってきても今度逆に外には漏れないというような、そういう特殊性というものがあって、この伊賀甲賀でその忍術というものが発展していったというふうに考えられます。そしてその伊賀は天正伊賀の乱というそういう戦いがあるんですけれども、これは織田信長の息子の織田信雄という人物がいますけれども、その織田軍が攻めてきた時にも一度は全部それを退けるくらいのいろいろな力を発揮したということで、信長もあそこの地域はどんなもの、誰が統治しているかというそういうこともわからないですし、それからどんな人たちがいるのかということをよくわからない、ということで、非常にこの地域を恐れていたということが言えると思うんですね。そして17世紀の終わりに書かれた「イラン記」というそういう記録があるんですけれども、その中では午前中は伊賀の人たちはみんないろいろ自分たちの農業とか林業とか、そういうことをしていて、で午後になるとお寺に集まってきてみんないろいろな忍術とかそういうことの鍛錬をしていたということが書かれています。でそういうようにしてその伊賀甲賀というのは忍びに発展していくんですね。でこれはですねこの中部地方、この愛知、岐阜、三重、それから滋賀といったところ、非常に武将がもともとたくさんいる地域だったんですね。そしてやはりその武将のもとにその忍びが雇われるという要素が非常に強かったということが言えると思います。そしてその武将は江戸時代になりますと、例えば堀尾とかですね、島根県松江の方ですけど、もともとはその愛知県の方ですけれども、そこからこの地方からいろいろなところに江戸時代になると、いろんな藩主になりますけれども、そういう時に一緒にその天正伊賀の乱でバラバラになったその伊賀者たちを雇って、それで忍びとして、連れていくということで伊賀とかそれから甲賀の忍者というものが日本全国に広がっていくということになるんですね。で江戸時代の最初に書かれた「軍法事要集」というそういう本があるんですけれども、その中ではその伊賀者甲賀者というものは忍びの中でも非常に優れた存在であると。で、武将がどれだけ優秀であったとしても忍びがなかったならばやっていくことはできないんだと、そういうふうに書いてあるんですね。ですから江戸時代いろんな藩がありますけれども、大体はその伊賀か甲賀出身のそういう忍びというものを雇っていっているというそういうことになるわけなんですね。でそうした忍びの仕事、実はどんなことをやっているのかと言いますと、万川集会というそういう忍術書があります。これは1676年にまとめられたもので、忍者の百科事典、忍術の百科事典というふうに言われるものなんですけれども、その中にこの忍び、優秀な忍びというものは音もなく匂いもなく、だから音も立てない、それから匂いも残さない、それから名前も残さないし、自分がこんなことをやったんだと
そういうふうに誇ることもないんだ。だけれどもその行うものというものは天地を作るくらいの大きなことを成し遂げる、それがこの忍者なんだというふうに書いてあるんですね。現代では私がこんなことをやりましたというそういうふうに自己主張ということが言われていますけれども、忍者は自己主張してはいけないわけなんですね。だけれども非常に大きなことを成し遂げるという、まさに日本の心の在り方というものを忍者が体現しているというふうにも言えるかと思います。でそして忍者といいますと主君から命じられてすぐパパパッといういろいろな仕事を成し遂げるというふうに思われがちですけれども、実はその背景には毎日コツコツといろいろ見回ったりとかですね、で何かがあればすぐにできるように地道に毎日毎日いろいろな活動をしていたっていうんですね。で例えばですね、塀が高いところになかなか忍び込めない、そういう時にどうするのかと言いますと、ちょっと離れたところから穴を掘って、そして塀の下が通って向こう側に行く、そういう通路を作るとかですね。それから木の塀ですと毎日そこに塩水をかけて、そうするとだんだんそこの色が変わって、脆くなっていくわけですけれども、で少しずつ変わっていくのだったならば誰もわからないですね。あれなんか昨日と全然変わらない。でも何十日か経つとそれが脆くなってそのパッと壊して入ることができるといったように、非常に毎日地道なことをやりながら何かある時のためにその準備をしている、そういうのが忍者の人たちということが言えるかと思います。でそうした忍者の人たちなんですけれども、その忍術書の中では精神、正しい心というものを大切にしなければいけないと言ってるんですね。で忍者は一つ間違ってしまったならば、泥棒と同じになってしまうんですね。いろんな術を持っていますので忍び込んでいろんなものを盗んだりすることは容易にできるわけです。でもそういったことをやってしまったならば必ず神とか仏が見ているのであって、そうしたことは決してやってはいけない。で精神というのはこの主君に対する忠誠心なんですね。正しい心というのは、何が正しいかってなかなか難しいところはありますけれども、この忍者にとっての精神というのは主君から命じられたならばそれを地道に役割を果たしていくということがその精神ということになっています。でそしてこの忍びとか忍というの漢字ですね、刃の下に心を置いてそれを忍というふうに漢字になっているわけですけれども、それはこの心臓にですねこの刃が突きつけられている、そういうような状況であっても動じない不動心というものを表しているというふうに言われます。でそれから、自分はどんなことがあっても曲げない、一度決心したことはやり通すというそういう強い心をそれも表しているというふうに言われているんですね。で先ほど忍者っていうのは密かにというその忍びというのは密かにという意味があるというお話をしましたけれども、もう一つこの忍というものは我慢する、忍ぶとは我慢するというそういう意味合いもあるんですね。ですから忍者は密かにいろんなことを誰にもわからないようにやりますけれども、その時にはいろんなことを我慢して、例えば忍び込む時に何十日もいろいろ我慢して、じっと見張っていて、そして機会を見つけて入り込むとかですね、そういう我慢するまさに忍耐の忍ということを、忍者の人たちというものも非常に大事にしていたということが言えるかと思います。でこれは本当に日本人、耐え難を耐え忍び難きを忍び、という形で、どんなことがあっても我慢して、そして生き延びるということを大事にしてきた、そこに現れていると思いますし、それからこの、愛知県周辺とかいろいろさまざまな中小企業
ものづくりの場所でもあるかと思いますけれども、それは何か誰かに褒められるからそういうことをやっているわけではなくて、あることは一生かかって他の人はできないんだというように、毎日毎日改良しながらあるものを作り上げていっている。そういう精神というものはまさにこの忍者の精神というものと結びつく、そういう考え方で日本を作り上げてきた、そういうものだと思うんですね。ですから、我々一人一人の心の中にその忍者の精神というものは生きているというふうにも言えるかと思います。でそうした忍者というものは、自分自身に厳しくなければいけないというんですね。で、ここの中で書いていますのは禁欲ということを言っていまして、常に酒色欲、この3つ、それを固く慎まなければいけないということを言っています。でそうしたものにどうしても人間は溺れやすいわけです。でそうするとそういうものに溺れていろいろな自分の立場であったりとか、それから秘密を漏らしたりとかさまざまな失敗をしてしまう。これは現代人にとってもつながることでして、いろいろな偉い人がそうしたもので、人生を棒に振ってしまうということは、現在でもいろいろあるわけですね。で忍者はそうしたことをしっかり守らなければいけないということをもう17世紀に言っているということが言えます。でそれから次に忍術の3病というものがありまして、忍術の3病というものは1に恐怖、2に適応からおんず、3に思案過ごす、この3つを取り去るということを言っているんですね。つまり、恐れること、それから侮ること、それから考えすぎること、これを避けましょうということなんですけれども、いろいろなことをやるときに恐れていてはやっぱりできないわけですね。忍者の人たちっていうのは、常に恐怖、どこに敵が潜んでいるかわからないし、ということに常にさらされていますので、そういうものを遠ざけなきゃいけない。それから侮りですね、こんなことすぐできるぞというふうに軽んじていると、失敗してしまうですね。やっぱいろんなことをやるためには準備をしなければいけないわけですから、こんなの簡単だというふうに思っていると、そこで足元をすくわれてしまうということがあるわけです。それからもう一つ、考えすぎですね。で、これをやったらこうなるかもしれないし、こっちやったらこうなるかもしれないしというふうにいろいろ考えすぎていると機会を逸してしまうということにもなってきますので、いろいろなものというものはそのタイミングというものが非常に重要になっていますので、この恐れ、侮り、考えすぎ、これは忍者だけではなくて現代人にもつながる、そうした考えだというふうなことが言えるかと思います。でそれから次にですね、忍者というのは我々想像するのに一人でいろいろ入り込んでやるというふうに考えがちですけれども、実はそういうこともあるんですけれども、大部分はいろいろネットワークとかそういうものを通じてさまざまなことをやりますし、それから忍び込む時にも何十人かでいろいろなものを話し合って、そしていつどこでどういうふうにやってということを考えて、そして実行に移すという、そういうことをやっているんですね。ですから仲間を作る、これが一つ非常に大事なことになっていきます。で、この伊賀に伝わ伊賀の忍術のことを言っている洋館過剰伝目区議というそういう資料があるんですけれども、その中では、忍びに勝利しようとするならば常日頃から諸国に縁を作って知り合いを作っておきなさいと。そして何事も連絡を速やかに取れるようにしておきなさいと、そういうことを言っているんですね。でこれはですね、いろいろなところに知り合いを作っておくといろいろな情報を収集することができるわけです。これ現代人にとってもそうで、今は
SNS とか通じていろいろな世界の人といろんな情報の共有というものができるわけですけれども、そうすると自分は全然知らないいろんなことを教えてくれるということがありますし、それから何か自分が困っている時にはこの人に聞いてやったならばいろいろやってもらえるということで頼んでやればいいわけですから、そういう仲間を作っておく、これは非常に大事なことで、忍者にとってもそういうことを言っているんですね。でそれからいろいろな人、例えば年齢とか性別とか職業とか、そういうものにかかわらずいろんな知り合いを作っておきなさいと、そういうことを書いています。でこれはやはりどうしても同じ年代で同じ仕事をしているような人たちですと、大体見方というものが同じになってきてしまうんですね。でも全然違うことをやっている人ですと全然違う見方ができる。でそうするとこういうふうにやったらうまくいくかもしれないとか、こんなアイデアがあったんだとか、そういうことをいろんなところから聞くことができるわけなんですね。ですからこれは私たち現代人にとっても非常に役立つ、そういう忍者の教えというふうに言えるかと思います。でそれから7つの字の大事ということ、これが洋漢化上伝目には最後に言われているんですけれども、人にはこの喜怒哀楽愛悪欲というこの7つの感情があるんだと。で喜び、怒りから悲しみ、楽しみから愛おしみ、憎み、そして欲するというこの7つの感情があるので、それをうまく利用しなさいということを言っています。これは例えばですね、喜ぶいろいろな贈り物をして、この人はこういうものが好きだ、例えばお金が好きな人もいるでしょうし、食べ物が好きな人もいるでしょうし、それから自分じゃなくて子供とかそういう人にいろいろやると喜ぶ人もいるわけです。でどういうことが好きなのかという、それを考えていろいろ贈り物とかすると、その人は喜んでいろいろ打ち解けて話をしてくれるということになるんですね。でこれは実は忍者だけではなくてですね、この江戸時代には伊勢にはいろいろな恩師という人がいたんですけれども、日本各地にこの伊勢神宮のお札を配っていたんですね。でその時に単に伊勢神宮のお札を配るだけではなくて、伊勢のお土産物を持って行っています。例えばおしろいとか扇とかですね、そういうものを持っていって、でそれはまさにここはいろいろ奥さんに取り入ると非常に喜んでもらえ、そして伊勢神宮に対していろいろなお金をたくさん納めてくれるということで、お土産を持って各地を回っていったわけですけれど、まさにそれはその心の中に取り入るという、そういうやり方なんですね。忍者というものもいろいろな人の心の中に入り込むということが大事になってきますので、そういう相手がどういうふうな性格か、それを把握するということが非常に大事なわけです。でそれからもう一つ、この伊賀伝ではこの「我を知るべし」というこの7つの文字、これが大事だということを言っているんですね。でどんなことをやる時でもまず自分自身を知らなければいけない。これは古代中国でも言われていることですけれども、敵を知るのも大事ですけれども、まず自分自身を知らなきゃいけない。自分自身はどれくらいできるのか、自分の性格はどういうものなのか、そういうことをしっかり把握していないと、いろいろなことをミッションを果たしていくことができないというわけなんですね。ですから己自身を知るということが非常に大事だという、そういう教えになります。でそうした忍術書の中にはさまざまなこういう精神面、というものが書かれていますけれども、でそれから、いろんな道具類、そういうものもありますので、次に紹介していきたいというふうに思います。で道具はですね、これはいろんな種類のものが忍術書の中には書かれてありますけれども、
なるべく重くない。これはそうですよね、忍者という、いろんなところに出かけてる時にたくさん荷物を持って、そしてそれが重かったならば自由に行動ができませんから、なるべく小さくて軽く、そして多用途に使える、そういうものを持っていくということが大事になっています。で、小人記というものの中には忍び六具というふうに書かれているんですけれども、最初例えば編み笠ですね、頭に編み笠というのをかぶりますけれども、これは雨よけにもなりますし、それから顔を見られなくする、そういうこともありますし、それから編み笠の中にいろいろな道具類とか隠しておいたりとか、そういうこともやっていたようですけれども、いろんな用途に役立っている編み笠、それから鍵縄というものがあります。ロープの先に金属の鍵をつけておいて、でこれは塀なんかに引っ掛けて、そして登っていく、そういう時に使いますけれども、それだけではなくていろいろ荷物を縛ることもありますし、それから相手を捕獲する、そういう時もありますし、ですからこれも様々に使える、そういうものですね。でそれから石筆ということで、これはチョークのようなものなんですけれども、でこれはですね、もちろんいろいろなものを書くときには筆で書いていく、これももちろんそういうやり方もありますし、でじゃあなんでこういう白いようなそういうチョークのものを持っていくかといいますと、忍者同士の連絡で、例えば先行った忍者の人がここにこういうものがあるぞということで、いろいろな壁とかにそういうもので書いたりするんですね。そういう時に墨で墨でやって、なかなか書けないというものもありますけれども、チョークとかそういう、石筆というもので書くと雨が降ったりすると、消えるわけですから、あまり証拠を残さないようにできるという、そういう利点もあったようなんですね。それから薬ですね。薬という、いろんな薬が当時もありますけれども、一番大事なこのお腹の痛いのを止める薬、これが大事だとされています。というのは、お腹が痛い、もう動けなくなってしまって、もういろんなことできなくなってしまう、風邪とかそういうものでしたらなんとか急になるというわけではなくて、だんだん分かっていきますけど、お腹って急に、当時は特に水とかいろいろな食べ物、衛生状況というのはそれほどいいわけでもありませんから、お腹を壊すということがあったと思いますので、そういう薬っていうものを持っていくのがいいということを言っています。それから三尺手ぬぐい、手ぬぐいですね。これもいろいろな用途に使えて、よくあるのはあれですね、忍者ですから顔を隠すというものもありますし、それからいろいろ怪我をした時に包帯代わりにして、縛る、そういうのもあるし、それからその手ぬぐいの中に例えば石を入れて、それでそこに結びを作ってやると、もうそれすぐに武器にもなるし、それから忍者は火をつけるということを言いましたけれども、その時にはその手ぬぐいを水で浸して、そして、口と鼻を覆って、そして、逃げなさいという、こんなことも書いてあったりするんですね。ですからいろいろな用途にこの手ぬぐいというものは使うことができます。でそして内竹というものですけれども、これは火種なんですね。その中に火種を入れておく。当時ですから火を起こすのはこの火打ち石で基本的にやるわけですけれども、そうするとなかなかすぐには火が起こせないし、それからカンカンやっていたならば、音が立ってしまうので、そこに忍者が来たみたいなことが分かってしまいますので、そのための火種をこの細い竹の中に入れておいて、それですぐつけることができるようにしておくということで、内竹で、これは寒い時にはカイロ代わりにもなったりしますので、非常にいろんな用途に使えるということになります。でそれから小人気以外のいろいろな認知症の中にも、例えば糸を持ってきなさいとか針を持っていきなさいとか、やはり重くなくてかさばらない、そういうものを持っていくという教えがいろいろ書かれてあるんですね。
ですから必ずしもその忍び6具でこれを持っていくというわけではなくて、いろいろな場合によってさまざまなものを持っていっているということはありましたけれども、なるべく荷物は少なく軽くということが大事になっていくんですね。で、そうしたものを使う時には忍びの人は、先ほど用人と引人のやり方があるということをお話ししましたけれども、昼間いろんなところに出かけていって情報を収集する時には七法出というふうに言われるもので、身を変えていったんですね。で例えばこれお坊さんに扮するとか、それから山伏に扮する、それから商人であったりとか芸能民であるとか、こういう人たちというのは、当時いろいろなところを歩き回っている人ですから、そういう人がやってきても全然不思議に思われないわけです。でそれから関所なんかも超えていろんな活動をすることができますので、そういう人に扮してやっていく。でも例えばお坊さんに体を扮したとしても、お経が読めなかったならばこれはおかしいというふうに分かってしまいますので、そういういろいろな、例えばお経が読めるとか、それからいろんな芸ができるとか、そういうものを日頃からやっていなければならないということなんですね。こういうふうに扮していろんな人の中に入っていって、そして情報を聞き出す。で当時どこに情報がよくあるかというと、お寺とか神社、ここに情報があるというんですね。というのは檀家制度というものがありましたので、そこのお寺はその地域の人のことをみんな把握しているわけです。いろんな情報があったり、それからそこの地域のいろいろな役人の人とつながっていますので、そこの状況というものを非常によく分かるわけですから、お寺とかそれから神社の人の中に取り入れなさいという、そんなことが書かれていたりもするんですね。でそうした時にいろいろな忍者というものは形を変えて、引人の場合ですけれども形を変えて侵入する。これもいろいろなやり方があるんですけれども、例えば動物の真似をするやり方っていうのがありまして、で忍者はいろいろなものから学びなさい、動物もあるし、それから飲みとかしらみとかそういうものにも習いなさいということが書いてあるんですね。で、よくあるのはこの猿の真似なんていうのがありまして、これは本当なのかどうなのかよく分かりませんけども、猿の皮を剥いでその皮をかぶって、それで、屋根に登ったりしてやるという、そういうやり方が書いてあります。いや本当にそういうことができるんだろうかとも思いますけれども、当時の人の身長が150センチちょっとぐらいで、体重が40キロぐらいだと、でもそんな大きな猿がいるのかなとも思いますけれども、その猿の皮をかぶ、これ絵も残ってるんですね。そういうやり方でやっているのがあって、遠くから見るとあそこに猿がなんかいるなぐらいにしか思えなかったのかもしれませんが、これはちょっとよく本当にできるのかどうかはわからない事実かもしれませんね。でも犬の鳴き声とか猫の鳴き声、これは習うというのはあります。例えば侵入する時にガタガタどうしても戸を立ててしまいますので、そういう時に犬の鳴き声とかそうやると、夜とか雨戸閉めてますから、中の人もあれなんか犬がなんかガタガタやってるなくらいにしか思わないので、そういう動物の鳴き真似をしてやるとかっていうのはあります。でそれから先ほど飲みとかしらみということを言いましたけれども、飲みとかしらみね、髪の毛とかこういうところにくっつきますけれども、これはまさにお城なんかに入っていく商人、いろいろなものを売りますけれども、その人の後にぴったりくっついていって、その人の使用人みたいな感じで一緒に入っていくという、そういうことを言っているんですね。ですからいろいろな動物だったり、昆虫だったりいろいろなものから忍術というものを学んでいく姿勢っていうのはやっぱりこれはすごいなというふうに思います。でそれから忍者はやはり隠れる術、これはたくさん持っているんですね。で、なんとか隠れ、例えば木の葉隠れ
とか芝隠れとか間隠れ、仏隠れ、うずら隠れ、とか幼児隠れ、いろんななんとか隠れというそういう術はたくさん、あります。でこれはですね、例えばこの葉隠れの術というのは最初はですね、これちょっと怪しい、いろいろ犬の肝を犬を解体してですね、その肝を取ってきてそれを陰干しに何十日もして、そこにこう毎日梵字を書きながら毎日それを乾燥させて、そしてある時のだんだんそれがこう粉になるのでそうしてその粉を振りかけると消えることができるとか、まあ本当はそんなこともちろんできませんけれども、そういう怪しいことが書いてあって、でそれが最終的にはやはり木の葉の中に、木の葉がたくさん落ちているそこの中にこう隠れる、そういうやり方とかね書いてあるんですけれども、でもこれは言われてみれば当たり前にも聞こえるんですけれども、でも見つからないようにそれを実行するためにはやっぱり師匠からいろいろなものを伝授されていって、そういうものを身につけていっていたようなんですね。そうしたLet's see one example of a ninjutsu technique using explosive powder. それではですね、次はうずら隠れというものをご覧になっていただきます。こういう布を使ってですね、うずらのように小さく隠れてしまうと、伊賀の忍者は石になるというふうにね形容されるんですが、そういったことを表現する術でありますね。忍者の人はいろいろ情報の伝達とかそういうことも資料的にはたくさん残っていまして、例えば私たちも実験をやりましたけれども、いろいろ炙り出しの術なんていうのがありまして、一見何も書かれていないと思われるものに実はそれを炙り出すと字が出てくるなんていうそういう術もありまして、これは大豆を水に浸して、おいて、でそうしてその上澄み液を取ってこうやると一見何も書かれていないように見えますけれども、それを炙ると字が出てくるなんて、これやったら本当にできるんですね。でそういうものであったり、あと、五色米というお米を使う方法であったり、それからのろしを揚げるであるとか、そういう情報の伝達、あとはあれですね、忍びいろはというふうに言われていますけれども、いろはを違う漢字に当てはめてそれで暗号にするとか、暗号の術なんてものもたくさんあります。ですから人にわからないようにいろいろなものを伝えるというのが忍者の仕事であるということを言えるんですね。実際川上仁一先生がいろいろな隠れる術であったりとか、それからあともう一つ忍者で大事なよく出てくるこういうですね、韻を結んでこういう臨病当社怪人列在前という、こういうくじを切るものと手でこう韻を結んでですね、この臨病当社ってこういう韻を結ぶそういうやり方がこうありますけれども、こういう韻を結ぶというのは忍者のものだというそういう認識がよくありますけれども、もともとそれは中国から入ってきて、それで修験道というそういう宗教に入って、それの影響を受けて、忍者もやり始めるようになるんですね。忍者のいろいろこうマジカルなでそういう作られた忍者というものは18世紀の初めぐらいにはもう登場するようになるんですね。ですから単に本当の忍び込むそういうものではなくて、忍者を見て楽しむというそういうものが出てくる。でそれはどこから出てくるかというと、歌舞伎の世界で出てくるということになるんですね。で我々は忍者というと黒装束を着た忍者、それを普通は想像します。今はですねいろいろピンクだったり黄色だったり、それから金色の忍者の衣装を着ていたりとかさまざまなそういうものがありますけれども、ちょっと前までは大体忍者という黒い衣装を着ていたわけですけれども、あれがどこから出てくるのか
と言いますと、これは歌舞伎の世界から登場することになります。で18世紀の初めにはそういうものが出てくるんですけれども、じゃあなんでそういう黒い忍者が登場するのかというと、見ている人が忍者が出てきたというふうに分かるように、ユニフォームとしてそういう黒い衣装で出てくるというんですね。もともとはやっぱり黒子というような、そういういるんだけれどもいないようなものを、そういう黒い衣装を着てやっていましたけれども、それの影響で忍者黒い衣装を着ていて、だけど見えないけれどもいろんなことをやっている、そういうことを表すために黒い衣装の忍者というものが出てくるようになります。忍術書の中では忍者の着るものとして黒もあるんですけれども、逆にこの月夜だと黒は目立つんだというようなことも書かれてあるんですね。で、茶褐色であったり、それから紺色であったり、目立たない当時、の人が着ていた普通の色のそういうものです。ですから黒いそういうものをユニフォームとして着ていたというわけではないですね。でそれから手裏剣を投げる、手裏剣を打つというふうに言いますけれども、手裏剣を投げる、これもですね忍者の中から生まれて、歌舞伎の中から生まれてきたものなんですね。ですから当時の忍術書を見ると、忍者が手裏剣を使っていたという、そういう記録は一つも出てこないです。考えてみたら、当時舗装もされていませんから、石なんかコロコロしているわけで、何かあったらそれ持って投げる、これが一番いいわけですし、ですから武術として手裏剣術っていうのはあったんですね。ですから手裏剣のいろいろな形もあるんですけれども、それは武術としてやっているものであって、忍者がとりわけやるという、そういうわけではありません。遠くからいろんなものをやる、そういう練習している、そんなようななんかも残っているんですけれども、武術の一つとしてやった。でそれが、だんだん忍者がそういうものをやるという、そういうように、忍者と何かこういうものをやるかもしれないという、そういうところで、これを忍者にやらせたら面白いんじゃないかということで、やっていったようです。でそれからくのいちという、女忍者がいろいろ活躍してますけれども、これもですね作られたものでして、この女忍者が活躍するというのはありません。そういうのが出てくるのは戦後のいろいろなものの中で出てきて、これはやはり男性と一緒に女性もいろいろ活躍させようという、そういうところから出てきたものなんですね。でこれは例えば武士には女の武士がいないのと同じように、この忍者には女の忍者っていうのはいたわけではありません。ですけれどもくのいちの術、これは万川集会の中にそういう術が書かれてあります。でこれはどういうことかと言いますと、職業としてその女忍者というものはいたわけではなくて、女性を使って、例えば台所とかそういうところで、女性しか入り込めないところ、そこにその女性を送り込んで、それで情報を伝えるという、そういうものをやり方であったりとかですね、そういうことでくのいちの術というものはありますので、私たちがこういうふうなものが忍者というふうに思っているのは、大体作り上げられてきたそういう忍者の世界ということが言えるんですね。でそこで一つ大きな役割を果たしていったのは大正時代達川文庫というものになります。これは大阪でその出版されたものなんですけれども、講談という、話す内容を子ども向けにまとめたそういう文庫なんですけれども、その中で「猿飛サスケ」というものが出版されまして、これが非常に子どもたちに今人気になるんですね。でそこからいろいろな作られた真田重勇士の話なんかもそこで大きく広がっていきますし、大正時代に一つ忍者のブームというものが訪れるんですね。これは達川文庫もそうですし、それから映画が流行るということがあります。尾上松之助という人がいますけれども、その人が地雷屋というそういう映画をやるんですけれども、これはですね、映画だとこのあるところに人がいた時にそこにパンと煙が出て、そしてパッと消えるとか、
それからガマに変身するとか、そういうものを映画だと容易に作ることができるわけなんですね。でそういうことでそれが非常にヒットしまして、当時の子どもたちもそういうものを見て自分も忍術やろうということで、例えばですね、屋根から飛び降りて怪我をするとか、それから線路の前に立って自分で忍術とかやると機関車が止まるわけです。でそうすると子どもたちは自分がやっぱ忍術なんかやったから本当に機関車止まったぞとか思うんですけれども、本当は運転手の人が遠くに子供がいるということでブレーキをかけて止まっているわけですけれども、そういう形で非常に大正時代はその忍術ブームが巻き起こっていくんですね。当時の新聞なんかを見ますとそういう忍術っていうのもあるわけではないので、子どもたちにこういうことをやるのはやめましょうみたいな、そんな記事がよく見られたりするくらいに忍者というものが達川文庫が流行するものと、それから映画が流行るということで、日本に忍術ブームというものを巻き起こしていくということになります。いろいろなブームという忍者のブームって何回も、ありますけれども、今や忍者という言葉は世界に広がっていて、私のところに来るそういう学生も大体ナルトというそれを見て忍者を知ったというそういう人が非常に多いんですけれども、今のように忍者というものが世界に広まるのにはどういう背景があったのかというものを考えていますと、そこで非常に大きいのが、アメリカでの忍者ブームがあったということなんですね。で、ブルース・リーが主役を演じた「燃えよドラゴン」、これは日本名ですけど「エンター・ザ・ドラゴン」というものは1973年に作られますけれども、これはブルース・リーがその東洋の小さなそういうアクションスターであり格闘家であるブルース・リーが、ハリウッドの主役を東洋人として初めて演じるというもので、そのいろいろな動きというものが非常に速くてですね、で、映画自身もそれをスローにしてそれで、再生したりとかするくらいだったわけですし、それから当時ヌンチャクを使うっていうのはすごい流行ってですね、私も小学生の時にこういうヌンチャクを使って、やるくらいに、世界にそのブルース・リーのブームというものが巻き起こりました。でこれはまさにその当時日本、アメリカと中国国交なかったわけなんですけれども、この中国、香港出身のその東洋人がまさにアメリカに登場するということでエンター・ザ・ドラゴン、ドラゴン、竜というものは中国自体を表しているわけですね。でそういう形で非常に流行ると。でそれを受けてエンター・ザ・忍者というものができていくわけですね。ドラゴンが忍者に変わる、まさに忍者登場というそういうものが1981年燃えよ忍者というものが作られまして、で、これは小小杉さんがそれをやるんですね。でこれを見ますと忍者がやっぱりヌンチャク使って、やってたりするそういう忍者で、燃えよドラゴンそのままやってるような、そんな内容でもあるんですけれども、やはりこれは日本の忍者ものとそれからアメリカの忍者もの大きな違いというのは、日本のものはいろいろな歴史ものですね、時代劇の中で忍者が出てくる。例えば江戸時代のものとか戦国時代のもので忍者が出てくるんですけど、アメリカで使われたこの忍者ものっていうのは現代社会に忍者が登場する。例えばプールのところに忍者が現れたりとかですね、そういうホテルの中で出てきたりとか、そういうものです。でそれからヒーローとして、描かれる非常に明るいそういうものとして作られていっているというのが大きな違いなんですね。これはそれぞれのいろいろなお国柄、そういうものに合わせていかないとやはり売れないわけですから、忍者というのもそういうふうに変化をさせていったというところがあります。で、この後もいろいろな忍者ものというものが引き続き作られていきまして、忍者というものが世界に広がっていくそういうきっかけになっていくというのがこのエンター・ザ・忍者ということで、当時日本も一度戦争でみんな壊滅的な打撃を受けますけれども、その経済大国として日本がちょうど発展していた時期である
ジャパンアズナンバーワンというそういう言葉が非常に流行ったそういう時代でもあって、アメリカ自体が日本に対する注目が集まっていたそういう時期にやっぱりこの忍者というものができたので、日本にこんな存在がいるんだということで忍者ブームというものが巻き起こっていったということになるんですね。で、その後世界にいろいろな作られた忍者というものは広がっていって、これはなんかちょっとおかしいなみたいなそういうものもいろいろありますけれども、エンターテインメントとして一つ楽しめる存在としての忍者というものは世界に広がっていってるのかなというふうに思います。で、そうしたエンターテインメントの部分、それから歴史の部分、そういうものを合わせてこの忍者というものが作り上げられていて、そしてその一番の中心というものが、この中部の地域であるということになるわけなんですけれども、最後に私からお話しさせていただきたいのは、この忍者のやっぱり考え方ですね。この忍ぶという考え方、今やいろいろ自己主張というふうにされますけれども、自己主張ばかりしていたならばいろいろ対立してしまう。もちろん自分が正しいとみんな思うわけですけれども、それだけだとならば対立してしまう。だけれども一人一人が少しずつ忍の我慢をする、そういう考え方を持っていったならば少しずつ譲歩する。それによって和というものが作られていくんだ。まさにこの忍とか和というものは日本が古代から非常に重要視してきたそういうものでありますので、日本だけでなく世界の平和というものも自己主張ばかりしていたならば対立を導いてしまいますので、そこはやはりこの忍の精神で、世界的な平和というものも成し遂げられていったならば非常に嬉しいと思いますし、それから忍術自体昔のものではありますけれども現代につながっていろいろな役立てることもあるかと思います。で、そうしたものをぜひ今後も生かしていって、この忍者の聖地と言われる伊賀甲賀、そして武将の下に忍者を配下に収めていったこの愛知県といった、そういうところにおいて、この文化というものを世界に発信していけたらなというふうに思っていますので、皆さんもぜひこの忍者の聖地に来て実際のものを見たり聞いたり体験したりということをしていただけたらというふうに思います。それでは私の話はこれで終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。